大学の同期がクライアントなんですですね。それもまた建築家の方、設計のお仕事をされているので、共同作品といいますか。28坪でコンパクトですけど、1階なんかは広々とした空間で全然窮屈さを感じないですし、なんか長い目で見たらちょうどいいサイズなんじゃないかなと。もうちょっと質の高い、上質な暮らしに目を向けると、やっぱり建築ってすごく有効やと思います。こんにちは、大新ビルドの清水です。本日は、2月の2日、寒いですね。今晩からまた雪になるだいぶと寒い日ですが、今回こちらリノベーションを担当していただいた大新ビルドの森岡です。よろしくお願いします。はい、建物の概要から先お願いできますか。はい、ここは築55年の、木造の古い家のリフォーム工事を行いました。築55年っていうことは、京町屋ではないということですね。ではないですね。はい、建物大きさとかどうなってますかね。はい、建物の大きさは1階が49平米、2階が42平米の、約28坪の大きさです。いい大きさですよね。ちょうどいいサイズ感です。ですね。はい、この周り京都市北区ですけど、閑静な感じがすごくいいです。街並みもいいところですね。近くに温泉もありますし。そうですね。もともとはねこんな外観やったので、はい、ちょっと古いね外観を綺麗にいたしましたので、今回ねちょっといつもと違うのは森岡の大学の同期がクライアントなんですですね。それもまた建築家の方、設計のお仕事をされているので、共同作品といいますか。すごいですね。ということは20代でそうですねっていうことですよね。羨ましいです。羨ましいですね。だと思います。今回外観の方どんな感じだったんですかね。京町屋ではないんですけど、周りの街並みに足並みを揃えるといいますか。そうですね。京町屋風の、衣装で計画しました。京町屋はこういう正面に通りひさしというひさしがあるんですけど、今回はアルミのひさしを採用して、で上は焼き杉で、下は塗装のツートンで立面を作りました。いい感じですよね。軒裏はもう木張ってるんですね。はい、杉板を張ってます。なるほどね。すだれをしてっていう形ですよね。はい、京都ね、それに向かって軒っていうのがルールなので、街並みが綺麗に揃うというかね、そんな感じになってます。で今回いつもと玄関ドアの色が違うのかな。材質が今回はパイン材を使っています。メーカーはいつもと同じ木村ですね。断熱のドアですね。はい、その格子もいい感じやと思います。京都らしいというか、色も抑えめでいいですね。そうですね。ちょっと濃いめにしています。なかなかセレクト的に言うとお若いのに渋いですね。そうですね。町屋とかそういう古い建物も好きな方なので。そしたら中の方、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、玄関の中入ってきたんですけど、すごく綺麗にタイルで割り付けされてて、はい、でこっちがですけど、こっちはクローゼットになってるんですね。そうですね。コードとかかけられるように。はい。で反対側が下駄箱ですかね。はい。でここも下駄箱っていう感じ。だいぶんと靴入りますね。そっち側の方に常に使う靴とか入れてたらいいのかなっていう感じしますね。これは入り口が2箇所ありますけど、どういう感じなんでしょうかね。ここは元々の建物もこういう感じだったんですけど、こっちの扉はキッチンの方に続く家事動線。買い物から帰ってきた時はこっちから入るんですけど、お客さんとかメインの入り口はこっちですね。なるほど。はい、そしたらちょっとね、こちらの方ですけど、元々の写真もちょっとこちらの方に載せるようにいたしますね。これがこういう感じになりましたという感じですね。はい、そしたらちょっとこっち側から入らさせていただきましょうか。はい、中入ってきて、ここ土間の感じですね。京町屋の通り土間を再現したようなキッチンです。なるほどね。ここはどうなってるんですか。ここはパントリーになっていて、ロールスクリーンで。なるほどね。扉ほど圧迫感ないからいいですよね。いろいろ入れられて、電子レンジがあってゴミ箱で、でこっち側に来て、ここが冷蔵庫です。冷蔵庫ですね。キッチンがあってて、今回ステンレスなんですね。なんか綺麗ですね。部屋全体をグレー調で
合わせてるので、このキッチンもステンレスを採用してます。まあでも玄関帰ってきて荷物があるのでパントリーがあって冷蔵庫があってキッチンっていうのは動線的にはすごくいいですね。使いやすいと思います。ですよね。こっち側がお客様が来られた時の動線ということですね。この玄関の2つのこの扉もいいですね。はい、まあガラスが入ってるので、うんここで一旦冷気とか外気をシャットダウンできます。なるほどね。そんでここの式台とかまちがこれが殴りですね。材質は奈良です。奈良で殴りをっていう形ですか。でここ、まあ、上がって畳のお部屋、まあお客さんここでいいですよね。もともとここも2畳程度の小さい和室があったんですよ。なるほど、はい、まあこっち側に窓があるような表から見た格子のですよね、そんな感じで、で上は天井はちょっと木を張ってる。この木は材質、これはオークです。オークですか、はい、いつもの杉とちょっと質感がまた違いますよね。そうですね。なるほど。この階段のここまで収納ですか？そうです。ここまでやるかっていう感じですよね。いっぱいいっぱいまで収納がいけてるという感じです。でもこんだけあったら何だと置きますよね。そうですね。意外と広く使えそうです。ですね。水とかビールとか、あと玄関に近いから避難用品とか、そうですね。ね、いけますよね。この扉もクロスで巻き込んで、ですよね、ちょっと壁にこう見せるというか。これもね、本当にこういうことですよね。はい、こういうのがね、なかなかこの裏もね、裏も綺麗に貼っていただきました。ちょっと職人さん相当腕なかったら無理ですよこれは。なるほど、わかりました。お客さんの上がる玄関があって、ちょっと2畳の畳があって、はい、ここがこういう感じのもう大きな LDK ですね。もともとねこんなんじゃなかったですよね。そうですね。ここに和室が2つあって、でキッチンのところも建具と壁で仕切られてたんですけど、もうそこは取って大きな一つの空間にしました。まあもともとこんな感じです。こういう感じの、まあ、昔のよくある細かく区切られた部屋っていう感じですよね。それがこんな感じの開放的なお部屋になったという、はい、すごいですよね。でこっち側に行くと、こちらちょっとカーテン、こちらの開けていただけますか。ブラインドを開けるとここにお庭があるんですね。はい。こちらはもともとここはお部屋だったところも建築して、坪庭にしました。その方がいいですね。ちょっとした庭とやっぱり明るくなりましたもんね。京都ね、すごいですから入り組んでるのがね、どうしても暗くなるけど、こういう風にやるとこれだけでちょっと家が明るくなったっていうか、庭を見ながらご飯も食べれますし、いいですよね。やっぱりちょっと今は落葉樹なんであれなんですけど、もみじとあとヒメシャラ、春になると葉っぱが出てきて楽しみです。ですね。春が楽しみですね。でも後ろの方は焼き杉あったような、そんな感じですね。はい。焼き杉とまた緑がマッチしますもんね。ちょっと隠れて見えないんですけど、実は袖壁の奥に室外機と、給湯器があります。それがうまく見えないように塀で隠しています。こっち側から見たら見えますけど、絶対リビングが見えないです。見えないです。はい。それがいいですよね。足元に白川砂という砂を使っていて、これは京都の北白川の方で取れる砂なんですけど、なるべく地域で取れる材料を使って、ささやかながら京都らしさを表現できたらなと思っています。デザイン的なことなんですけど、今回ちょっと床とか壁とか、そういう仕様的なものってここの部屋はどうなってるんですかね。床はまずオークですね。はい。で、壁はビニールクロスを使ってます。なるほど。壁と天井もビニールクロスです。はい。ここもね、なんかうまく階段のところもうまいことやってるので、そこにテレビが来るようなイメージですかね。そうですね。ちょっと特徴的なものなんですけど、幅木も回り縁もないんですよね。そうなんです。幅木はないというか、よく見ると薄いアングルが回ってて、そこで止めてるような形です。大変にやったでしょうね。クロス屋さん。なのでこのメインの部屋だけそういうスリムに見せてます。なるほどね。ここ天井高どのくらいなんですかね。こ
こで、2150ですね。2150、はい、結構そんな低い感じはしないですね、本当はねここにねあとペンダントがはい、ちょっと今日間に合わなかったですけど、人気な商品みたいです。やっぱりそうですか、何ですか？ PH5 の特別仕様ですか？特別仕様ですね。そういうのは人気ですよね。家具もいい感じに置かれてますもんね、基本的に家具もオークで揃えていて、なので床だったり天井もオークで統一されてます。なるほどね。オーク綺麗ですもんね。もう家具の世界でいうと本当オークが多いですしね。でそこら辺にあれですかね、ソファーが来るようなそんな感じですかね。京都市内で十分ですね、この広さだと思います。でこっち側が大きな収納になってるんですか？これはシステム収納ですかね？そうですね。もうぴったり入りますよね。こっち側半分は可動棚の仕様になっていて、はい、反対側ですごいね、こっち側も、こういう引き出しの仕様になってます。なるほど。これも引き出せて、なるほどね。ちょっとしたアイロンぐらいでできそうですね。そうですね。システムなのですごく綺麗に収まってることは収まってますよね。ここはもう一体ラワンで作りたいっていう一つの大きい家具のように見せたかったので、天井いっぱいまでのね、建具もいい感じだと思います。このスイッチコンセントもすごくかっこいいですね。はい、これはパナソニックのアドバンスシリーズですね。で色もねなんか落ち着いた感じで、やっぱり設計やられてる方の自邸っていう感じします。そこの柱ですけど、これは前のやつですか？ではないですね。もともとここに柱はあって、構造上必要な柱だったんですが、現場で見るとやっぱり結構古い柱だったので新しく入れ替えました、大工さんで。これは綺麗な柱ですけど背割れしてるので吉野ですかね？そうです。見たら分かると思うんですけど、ここに割ってるんですよね。背割れって言うてわざと初めに割っとくんですね。で、これ自然乾燥の木なのでどうしてもどこかが割れるんですよね。もう割れるところをもう決めてしまうんですよね、先に。でもここで割ってほしい、もうこっち側はもう化粧で3本見せたいっていう感じになりますので、そういう形でこれがもう背割れがあるっていうのは本物の木の証であるし、で天然乾燥、今機械でほとんど乾燥してるんですけど、いわゆる普通の天日干しですよね。もう今時もうお塩も天日干しでなかなか作ってくれへん時代やと思います。それを大体長い年月かけて乾燥させて使ってる、そんなちょっと貴重な感じの木になります。キッチンから続いてるこの通り土間のところなんですけど、こちら開けるとなるほど、水回りが集約されてるんですね。洗面があってだいぶと物を置けますよね。結構広めのランドリースペースです。なるほどね。この辺はインプランスなので内窓ですか？そうですね。基本的にこっち側の外壁は既存のままなので、開けてもらうと昔のサッシが出てきます。ちょっと開けてみましょうか。こういう感じですよね。開けるとちょっとひんやりするので、やっぱり内窓は効果的だなと思います。全然違いますね。外壁をここは触れなかったんですよね。でもうどうしようもできないので内窓にしたっていう、そんな感じですよね。もう外壁触れたらね、窓ごと交換もできるんですけど、大阪京都どうしても入れないですね。入れないのでここにもロールカーテン。そうです。なるほど。下げると洗面室と脱衣室を分けるということですね。最近多いですよね。その方がいいですよね。こういうちょっとした気配りですよね。まだ大丈夫ですけど、思春期ぐらいになった子供さんとかねいたらその方がいいですもんね。この奥がトイレですね。でそこがどうなってるんですかね？ここからこう収納になってます。なるほど。壁で隠してるんですよね。ちょっとふかしてその分で収納を取るという感じですか。この辺もねだいぶとね悩みましたよね。このスペースが下屋になってるんですよね。そうですね。でここも結構天井が低かったので、ですよね。お風呂の配置だったり
そうですよなるべね。く高さを取るように頑張った跡が見えますね。少し勾配になってますね。なってますね。ここはまあ全体的にクロスを使ってるんですけど、トイレの中はちょっとキラキラしたアクセントクロスを使ってます。この壁と背面もちょっと違う柄で貼り分けてます。トイレなんですけどちょっと特別な感じですよね。この壁すごいですね。タイルですね。なかなかここまで貼るとこっちにもですもんね。はい。なんかいいもんですね。まあすごい細かいんですけど、こういう入り済みでタイルが終わるとタイルの小口が見えないので、こうぐるっと巻き込むような形でタイルを貼ってます。そうですよね。この辺なんかタイル屋さん大変でしたでしょうね。割り付けとですよね。少し苦労しました。まあまあでもうまいこと割り付けはしてると思いますよ。どっち勝ち負けっていうのはね、はい、毎回悩むところやと思いますけど、いい感じやと思います。そしたら2階の方に行ってみたいと思いますけど、はい、これ階段は元々の階段なんですね。そうです。これまた後で説明しますけど、ちょっと建築基準法が変わってちょっと階段を変えるといろいろとややこしくなってるんですね。確認申請の話なんですけど、まあその辺のことも考えながら設計今回してますので、ちょっと階段の方上がっていきましょうか。私は2階入りますね。ちょっと入るとすごい明るいですね。こっち側はすごいいい感じです。ここ2階なんですけど、なんかあれですね、旅館のお部屋みたいなそんな感じにも見えます。入ってこの廊下のところもこれはこれも名栗ですね。これも材質はこれも奈良です。奈良ですか。でちょっと小上がりがあって、上がって畳ちょっと寝れるようになってるんですかね。そうです。こっちがベッドボードなので。なるほど。まあまあちょっとライトもあって、これコンセントもあるから、まあスマホとか充電とかですよね。ちょっとこの上に物が置けるようになってます。なるほどね。でこっち側がまあまあ板があって座ってちょっとなんかできるようなそんなスペースですね。京都ならではの感じもします。天井がこれは杉のはめ板です。杉のはめ板ですか。1階の玄関とまた違ってまあまあいい感じですよね。この辺も杉でされてるようなそんな感じですよね。でこっち側は収納です。収納いいですね。障子で。なるほど。こんな感じで両側使えるのでだいぶたっぷりとした収納ですね。こういう感じで、はい、なるほどね。この京都ならではですね。この室外機、そうですね。わかりますかね。こっち側が表なんですね。向こう側が表になってて、で表に室外機置きたくないので、向こう側の部屋ずっと行ってドレーンとか行ってこっち側の裏に室外機を置くようにしてるんですよね。もともとあっちの正面に室外機ついてたんですけど、やっぱり見た目があんまりかっこよくないのでこっちに持ってくるようにしました。ですよね。まあ京都ならではのそのいろんな工夫っていうのがありますよね。障子に畳いい感じですよね。この畳ちょっと色がこれもちょっとグレー調のものを選んでます。いぐさではないんですか？ではないですね。樹脂の畳です。でもいい感じですよね。なんか全体の色の使い方、貼り分けっていうタイプですかね。この辺はどちらが？ここもお施さんの要望が強いんですけど、割とここの主寝室は、サイズ感もそうなんですけど、ちょっとセカンドリビングみたいな広さがあるので、いろんな材料をこう使って特別な寝室にしています。いいですよね。この感じある程度広さあるから本当に子供さんがちっちゃい時、赤ちゃんからこうちょっとちっちゃいね子供さんの時までやったここで、そうですね。遊んだりもできそうですし、すごくいいと思います。和室ねだんだん減ってきてますけど、こういう使い方いいと思います。で逆の方に行くとこの床柱。ここはもともと床の間があって、でその時の床柱をもう一度使っています。再利用ですか？大変ですよね。なかなかねちょっとカメラでねアップしてほしいんですけど、大工さんこの足元大変やったと思います。ここまでやるのかっていう感じでここの形に沿ってやってますので、はい、
そんな感じですよね。再利用するだけでも難しいですもんね、本当のこと言うと。ほんでこういうところがあってスペースがあってこういう収納があって、こちらも収納、向こうも収納、だいぶ収納ありますよね。そうですね、この辺がもうすっきり常に片付いていられるんじゃないかなと思います。そうですよね。やっぱり収納大事ですよね。大事です。4畳半の部屋が4畳半使えるとすごい広いですからね、その辺うまく収納計画やられたらね、大きな部屋とっても収納がちゃんとできてなかったらちっちゃな部屋になっちゃいますもんね。はい。窓開けるとあちら山が綺麗に見えてますね。そうですね、あれは比叡山ですね。すごいですね。いい感じですね。もともとここの部屋も同じように窓があって、であそこの山が見えてるのがすごくいいなと思ったので。ですね。こっちがちょっとベランダがあってごちゃごちゃしてたんですよね、はい、それうまいこと整理したような感じですよね、ちょっと京都ならではなんですけどね、はい、周りの建物がすごく近いので、極力すっきりさせるように心がけてやりました。ちょっとだけカメラ寄っていいですか。これが京都です。建築されたお庭が見えてるんですけど、ここもともと部屋があって、でこっち側にもベランダがあってっていう感じで、もう裏もごちゃごちゃしてるんですよね。京都って増築でなってて、どこがどうなってるのかよくわかんないっていうのが本当京都市内の特徴的な感じですよね。近いですよね、距離が。ですよね。なかなか大変やったん違います？このゲア周りはかなり苦労しました。ですね。板金屋さんのブツブツ言うてんのが聞こえてきそうなそんな感じですよね。もうなるべく早めにちょっと見ていただいて方向性を一緒に検討しました。すごいですよね。本当何をどうしたらこうなってんやろって思うこんな感じですけど、これが京都です。本当に。ちょっとよその部屋も見ましょうか。はい、寝室から出てすぐなんですけど、こっちが表から見えてる部屋ですね。普通の普通のお部屋ですね。予定ではどうされるんですか？まだ予備室なんですけど、もしお子さんができたら子ども室にされてもいいですし、このサイズだと書斎みたいな使い方もできそうだなと思ってます。そうですね。書斎にもちょうどいいですよね。3畳ないぐらいなんですけど、ここにもちゃんと収納が用意されてるので、さっき言ったみたいに、しっかり部屋として使えると思います。ですよね。いい感じですよね。もう一つのお部屋もちょっと行きましょうか。はい、一番奥のお部屋になります。ここもちょっと広いんですよね。こっちが 4.5 畳ほどですね。もうそこにも収納があって、先ほどの室外機の言うてたのはこのエアコンですよね、はい、このエアコンの室外機ドレーンが向こうのところに行ってると、で表には見えないようにしてると。ここのお部屋はここは子供部屋になる予定です。なるほどね。2階は3つっていう感じですか？そうですね。今見てもらった3つなんですけど、もともとこういう感じです。こんな感じのお部屋が3つあったっていう感じになりますので、これがこういう感じに素敵なお部屋に変わったっていう形になります。今回設計していろいろあったと思いますけど、ファサードすごくいいですよね。ありがとうございます。スマイテさんのこだわりですかね？そうですね。京町屋ではないんですけど、やっぱり京町屋と合わせた外観にしたいっていうところが最初にありました。なるほどね。ちょっとね、久しぶりこんな感じで出てるので、自転車とかもそうですね。ね。京都は基本移動は自転車でできてしまうので。そうですよね。車で行くよりも自転車で行った方が早いようなそんな感じが混みますし、ありますよね。で、今回もやってて建築もありのいろいろプランあったと思うんですけど、どの辺が一番こだわりであったり困った点であったり、そういうのってどんなことありましたかね？プランに関しては元の建物の壁のライン
ンであったり、柱張りのラインはあまり大きくは変えずに、元の建物の軸に合わせてプランニングをしたので、割とこう施工もしやすかったといいますか、うまくはまったなっていう印象です。今回ね、今現在2026年の2月なんですが、2025年の4月1日以降なのでちょっと法律が変わったんですよね。ここの場合も言ったら確認申請を出さずに、その出さないでできる範囲っていう形でさせていただいた、そんな感じですかね。そうですね、なので過半を超えないようなラインを狙って最大限できることをしました。でもうまいことやったと思いますよ。でね、構造のラインを変えないっていうことはイコールコストダウンにもつながりますもんね。その辺はやっぱりね、スマイティの方も設計の方なのでよく分かってやられてるっていう感じですかね。その中でも京都ってすごくよくって、今回なんか補助金ありましたよね。京都市が出してる町の匠プラスという補助金を取得しました。匠プラス、この建物にぴったりなネーミングですね。それは耐震補強を前提とした補助金なので、このうちも耐震補強をしっかりしてます。なるほどね。やっぱり耐震の方は気になりますもんね。でその辺をちゃんとやったら京都市の方から補助金が出ると。今回いくらぐらい出たんですかね。今回は200万ですね。大きいですよね。もともと京町屋とかによく使われてたやつですかね。京町屋にもありますね。ありますね。京町屋で使うといくらぐらいまでになるんですか。京町屋で評点によって金額変わるんですけど、一番大きい額だと300万。京町屋で耐震はちょっといろいろと難しいことあるんですけど、そっちにもコストがかかりそうですね。ですよね。なるほどね。京都そういうのがねやってもらえるというのは助かりますよね。僕はもう今回もやっぱり建築して庭を作るっていうのが一番良かったかなと思います。どうですか、その辺は。でも元の建物はやっぱり全体的に薄暗くてちょっとジメッとした感じだったんですけど、やっぱ一部こう減築してそこに光が入ったり、風の通りもすごく良くなったと思いますし、LDK にこういう気持ちいい緑があると全然空間としても違うので、これは成功だったかなと思います。割と古い建物ってなんか増築していってちょっと原型をとどめてないようなのも多いんですけど、ある程度やっぱりねちょっと減築された方がいいかなっていう感じがします。確かにね、僕らも思うんですけど、1970年代とか80年ぐらいの家っていうのが結構広さが正義みたいなねとこがあって、なんか広くしてたんですけど、これからはちょっとそうじゃなくてもうちょっと質の高い、上質な暮らしに目を向けるとやっぱり建築ってすごく有効やと思います。どうですかね。このうちも28坪でコンパクトですけど、1階なんかは広々とした空間で全然窮屈さを感じないですし、なんか長い目で見たらちょうどいいサイズなんじゃないかなと思います。そうですよね。ここって1階と2階で何平米あるんでしたか。で合わせて92平米です。92平米、何坪になるんですかね。なんで28坪程度ですね。家で92平米って言うたら28坪最近の家であれば普通なんですけど、マンションで言うともうむちゃくちゃでかいですからね。確かに。なので京都市内とか、神戸の市内とか大阪市内でやっぱりねそれなりにって思う時って、僕らもそのマンションってなんか70平米ぐらいからだいぶ大きな感じをするんですけど、家はなんかね30坪100平米以上っていう感じになっちゃってるんですけど、よく考えてみたらマンションで100平米なんて言ったらむちゃくちゃでかいですからね。そんなマンションあまりないので、それを考えると僕は住宅で考えてこのぐらいの大きさっていうのはすごく心地いいのかなっていう感じはします。お若い方がね買われて住まれるっていう第一歩としては僕こういうのってすごくいいと思うんですよね。やっぱりちょっとマンションと違うのは、ちっちゃな子供さんいても
走れるんですよね。ああ、そうですね。やっぱり何も言うてもマンション走ると下の階の響くとかいろいろあると思うので、そういうことを考えてはやっぱり戸建てっていうのは僕いいかなとは思うんですよ。お若い方が買われるっていうのはすごくいいと思います。どうですか？いや、戸建てのいいところはあと、お庭が設けられるところかなと思います。ああ、そうですよね。やっぱ緑があるのとないのでは全然住んで気持ちが違いますよね。違いますね。今ね、若い方向けの住宅ローンもだいぶとできてきてますのでね、50年ローンとかね、今度の春からは残価設定とかいうのもできてきます。できればね、子供さんがちっちゃいうちは家の方がいいのかなと思います。駅前でどうしてもねっていう話になると、駅かぶりつきはマンションしかないと思うんですけど、ちょっと範囲を広げてもらうと、土地高いですからね。そうですね。建物はもうちっちゃくなりますけど、そんな感じでも十分な感じはします。耐震補強いろいろあるんですけど、今回耐震補強どんな感じでやられたんですかね？まず最初にこの既存住宅のインスペクションを行って、はい、である程度先に解体して、で、今の軸組みの採寸をしてから、ホームズくんという耐震ソフトを使って耐震計画をしました。そうですよね。ちゃんとしたホームズくんっていうやつがあって、いわゆる現状と耐震後のっていうのが出てくるんですよね。そういう感じのソフトが今ありますので、そういうのを使われてねやられると、住まい手の方も安心ですしね、なんか一応やりましたみたいなそんな感じではないのでね、そういうのも有効だと思います。常に僕らうちの会社ではそういう感じで、最終柱1本ずつ梁1本ずつ寸法を測って構造をホームズくんみたいなそういう計算ソフトを使って大丈夫なんかどうなんかという確かめながらやる、そんな感じですよね。それが一番安心ですからね。新築と違ってどこまで何をやるかっていうのが選べるのがリノベーションのポイントかなと思うので、屋根も瓦からガルバに着替えたりしましたし、悪いところを直してあげるっていうイメージね。そうですよね。それでいいと思います。今回この動画が良かったら、高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またコメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後に何かどうぞ。京都はこういう古い建物がたくさんあるので、京都でリノベーションするときはぜひお声掛けください。はい、そういう形になってますので、それでは皆さんよろしくお願いいたします。